こんばんは、ソウルデザイナーやすよです。YouTube お聞きくださりありがとうございます。今回のシリーズは、2020年もう一度引き寄せの法則を使ってみようの、ボリューム5になります。まだ1から4までお聞きされてない方はぜひ全部聞いてからボリューム5を聞いてください。ではですね、ボリューム5、もう一度引き寄せの法則を使ってみるために、準備が必要だよねっていう話をしました。で、その準備というものは、自分の中に本当はあるのにないふりをしているなりたくないこと、考えたくないこと、なってほしくないこと、自分があまり好きじゃない自分のこととか、その世界に対してとか、それをどうしてもそのなりたくない側の方をついつい、自分の内側に持ち備えながら、引き寄せの法則を使おうとしても難しいので、それを準備をなぜした方がいいのかで、準備をした方が、その自分が本当に望んでいる引き寄せの法則をスムーズに、軽やかに当たり前のように使えるようになりますっていう話を、していきたいと思います。よろしくお願いします。で、前回、ボリューム4でお話ししたのは、とにかく自分の内側にある、本当はあるのに、ないふりをしているいろんな感情とか、いろんな思い込みをどんどん、ノートに書いていきましょうっていう話をしましたが、これらをなぜやった方がいいのか。やった方がいいっていうか、やらなくてはいけないのかっていうお話をちょっと今日はしていきます。で、それらがあるとですね、食べ物で言うと、残留物がずっと体に残っていて、その自分のなりたくない自分とか見たくない自分とか、こうなったら嫌だなっていう思いが残留物として残ってるので、だいぶ体の中が毒されてるんですね。毒が回ってる状態っていうか、毒素がこう中で、残っている状態です。なので、その自分のなりたい自分とかさ、叶えたい思いとか、願望とか、その綺麗な、望んでる方の綺麗なエネルギー、綺麗ななんか栄養みたいなものを中に取り込もうとしても、毒素っていう考え方とか思い込みが体の中に、自分の中にたくさん残ってる場合、全然吸収してくれないんですよね。なので、毒素がたくさん回ってる状態に、どんなに綺麗なもの、綺麗な思い、こうなったらいいよね、ああなったらいいよねっていう、その自分のさ、美しい、なんか理想の状態を自分の中に取り込もうとしても、毒素が邪魔して、全然、なんていうのかな、毒素の方に侵されちゃうっていうか、そんな感じになってるっていう風に考えてもらえば分かりやすいと思うんですけど、そうするとその毒素側の考え方の方が、自分の中にたくさん残ってれば残ってるほど、そっちが具現化しちゃうよねっていうことが言いたいんですけど、これ分かりますか皆さん。自分の中に毒素が充満してたら、
そっちの方が、具現化しちゃうっていう感覚はわかるでしょうか？まあこれいろんな捉え方がありますけど、その自分の中にある、いわゆるネガティブな考え方が、まあ濁った状態だとするならば、その、新しい清らかな自分の考え方とか、達成したい思いとか、そういう清らかな水みたいな願望を中に注いでも、自分の中で濁ってきちゃうので、で、濁ると見失うんですよね。自分の。本当はそう思ってるのに、でもやっぱり無理なんじゃないかとか、やっぱりできないんじゃないかっていう風に、その、濁れば、また自分の中で濁ってくればくるほど、不安や恐れや、その自分を見失ってくるので、その、引き寄せたい気持ちがまた分かんなくなるっていうか、見えなくなってきちゃうっていうことの繰り返しが何度も何度も、起こってる状態が、引き寄せたいけど引き寄せられないっていう状態になります。なのでこの濁りをやっぱり取っていかないと、自分が引き寄せたいものがいつも濁っちゃって、形にならない。で、その濁った状態が形になっていくっていう風になってしまうから、どうしてもこの濁りを、清らかに、こう、自分の中の濁りをきれいに取っていくためには、自分がその持ち備えているネガティブだと思われるような感情とか思いとかいろんなものをやっぱり出してってあげないといけないんだよね。で、その自分の中がたっぷり清らかなスペースが空いた状態で自分の願いとか願望を、望んであげると、その状態だったらすぐそうなるっていう風に捉えてみてもらいたいんですけど、皆さんわかりますかね？だからもう何度も何度も同じことを繰り返してしまうんではなくて、その濁りをさ、きれいにしてあげないと、濁った状態のまま、なんか自分の現実が引き寄せられてくるので、その濁りを取っていくっていう行為そのものが、自分の中にあるあまり見たくない感情とか、見たくない思い込みみたいなものを外に出してあげることを、日々やってあげることが大事です。わかりましたかね？私の場合も、あんまりそういうさ、こうなったらどうしようとか、ああなったらどうしようとか、こんな風になっちゃったらどうしようっていう、そういう感情ってもうほぼほぼ湧いてこないので、そこの作業はほとんどしなくても大丈夫なんだけど、でもたまに上がってきた時は、ちゃんとその感情をキャッチして、ちゃんと外に出してあげて、で、もう速やかにその瞬間に終わらせてあげるってことをやってあげれば、そんなに濁って、自分の体の内側の状態が濁った状態にはならないので、それを毎回毎回、すぐキャッチしてすぐ出してあげてっていう風にできればいいんだけど、なんか長年何十年もその濁りを自分の中に蓄積させてきてしまった人は、まず一旦全部出していかないといけないから、それをぜひやってくれたらいいなと思います。なのでその作業って
とてももしかしたら、何十年とかさ、長いこと、自分の中のそういう感情を、出さないように押し殺してきた人にとっては、ちょっとなかなか、大変な作業かもしれないんですけど、だからといって、じゃあやらなかったらどうなるのかっていうと、ずーっと変わらず、繰り返し、やっぱり自分が望んでない状態が出て、やっぱり自分が望んでない自分になって、やっぱり自分が求めてない現実っていうものを、想像し続けてしまう。それを引き寄せ続けてしまうだけなので、なんかどこでこれを決意するのかというか、決断するのかっていうことを、皆さんがやっぱり決めていくことが大事になってくるんじゃないのかなと思います。で、私はですね、それ、一人でできない人、一人でできないんだったら、じゃあ手伝うよっていうスタンスで、いろいろサポートしたりトレーニングしたりしてますので、それを一人じゃできないけど一緒にやってくれるならやりたいっていう人がいれば、ぜひお問い合わせいただければまたご案内いたします。で、これボリューム5でしょ。最後ボリューム6で、その状態から、その2020年本当に引き寄せの法則を上手に使えるようになるためのコツをまた最後6でお伝えしていきたいと思います。では、ボリューム5、2020年もう一度引き寄せの法則を使ってみようでした。ありがとうございました。またね。